昔のギリシアで生まれた哲学が、今の私たちの心の健康にどんなヒントをくれるのか、一緒にゆっくり考えていきましょう。大帝国が崩れ、人々が国という枠を超えて、世界という大きな視点で生き始めた時代がありました。そんな時、3つの大きな考え方が誕生しました。ゼノンが始めたストア派、エピクロスが導いたエピクロス派、そしてピュロンが唱えた懐疑派です。彼らが目指したのは、心の中が波立たず、穏やかで静かな状態のこと。これをアタラクシアと呼びます。まずはエピクロス派のお話です。エピクロスは快楽こそが一番大切だと言いました。でも、それは贅沢に溺れることではありません。本当の快楽とは、痛みや不安がなく、心が揺れ動かない状態のことです。彼は、人間の欲求を3つに分けました。1つ目は、生きていくために自然に必要で、どうしても欠かせないもの。2つ目は、自然なことだけれど、なくても困らないもの。そして3つ目は、名声や富のように、不自然で無理のある欲求です。エピクロスは、不自然な欲求を追い求めすぎると、かえって苦しみが増えると警告しました。また、彼は心を癒す4つの薬を教えました。神を恐れず、死を恐れず、喜びは簡単に手に入り、痛みは耐えられるということ。これは、今のポジティブ心理学やマインドフルネスにとても似ています。例えば、スマートフォンの通知が鳴るたびにワクワクするのは、脳の中のドーパミンという物質が刺激されているからです。これはエピクロスが言った不自然な快楽の現代版と言えるでしょう。そこで、デジタル断食を取り入れてみてください。太陽の光や風の音、友人との会話といった自然な刺激に意識を戻すことで、脳がリセットされ、小さな幸せに気づけるようになります。次にストア派です。ゼノンは、宇宙全体を支配する理性のルール、ロゴスという考え方を大切にしました。人間もその理性を持っていて、宇宙の秩序に合わせて生きるべきだと説いたのです。お金があるかないか、病気になるか、死ぬか、こうした外側の出来事は、自分の力ではどうにもできません。だからこそ、自分の内側にある考え方や態度だけをしっかり管理し、感情に振り回されないことが大切になります。ゼノンは、自分の力で変えられることと、変えられないことをはっきり分けることで、心に自由が生まれると教えました。また、セネカが提案した、あえて最悪の状況を想像してみる方法は、今の認知行動療法と同じように、不安を減らして今この瞬間に集中する力を高めてくれます。フランクルのロゴセラピーが、人生の意味を探すことで苦しみを受け入れる点も、運命を受け入れて理性で乗り越えるストア派の姿勢と重なります。SNS のいいねの数に一喜一憂せず、自分の投稿が自分らしさを表しているかだけを基準にすれば、心は穏やかでいられるはずです。続いて懐疑派です。ピュロンは、人間にとって絶対な正解なんてものはわからないと主張しました。そこで、あえて判断を下さず、保留にするエポケーという態度を取ることで、争いや混乱から離れられると考えました。セクストス、エンペイリコスがまとめたこの考え方は、不確実なことをそのまま受け入れながら、心穏やかに過ごすための知恵となりました。今のアクセプタンス、コミットメント、セラピーも、思考への執着を手放して今に集中する訓練をしており、この懐疑な姿勢を生かしています。判断を止めることは、何もしないことではなく、柔軟に考え、行動するための土台になるのです。これら3つの学派は、アプローチこそ違いますが、目指したのは同じ。魂の平静でした。快楽をコントロールするか、理性で感情を抑えるか、あるいは判断を保留するか。背景には、アレクサンドロス大王の死後に帝国が分かれ、いろいろな文化が混ざり合った時代がありました。個人がどう生きるべきか悩んだ結果、国を越えて全人類が理性でつながる世界市民という考えが生まれました。ゼノンはそれをロゴスに結びつけ、エピクロスは自然な欲求に、ピュロンは不確実性の需要に、それぞれ不変な答えを求めたのです。ここで、古代の知恵を現代の科学で見てみましょう。神経科学では、ドーパミンは報酬を得た時よりも、
それを期待している時にたくさん出ることが分かっています。デジタル社会はこの期待感を刺激しすぎるため、ドーパミンの受容体が鈍くなり、自然な喜びを感じにくくさせます。エピクロスの自然な快楽への回帰や、ストア派の理性な感情制御は、このドーパミンのバランスを整える具体な方法になります。例えば、1週間のデジタルデトックスを行い、朝は瞑想、昼は散歩で日光を浴び、夜は感謝の日記を書く。こうした習慣が脳の柔軟性を高め、ストレスに強い心を作ります。さらにロゴセラピーでは、想像すること、態度を決めること、経験することという3つの道から人生の意味を見つけます。毎朝、誰のために何ができるかを考え、夜に小さな意味を振り返ることで、エピクロスの欲求の認識とストア派の理性な需要が一つになります。そうすれば、周りの環境が変わっても、心の中の静けさを保てるようになります。実践な1週間のプログラムを提案します。1日目は、最悪の状況を5分間想像してみる。2日目は、エピクロスの4つの薬を声に出して読む。3日目は、呼吸瞑想に集中する。4日目は、自分の力で変えられることと変えられないことのリストを作る。5日目は、自然な欲求のチェックリストを作る。6日目は、人生の意味についての問いに答える。7日目は、1週間を振り返って目標を立てる。このサイクルを繰り返せば、自然な喜びに敏感になり、感情をコントロールする力が身につきます。ヘレニズム哲学は、ただの歴史ではなく、今のメンタルヘルスに使える実践な知恵です。ストア派の技法は認知行動療法に、エピクロス派の考えはミニマリズムに、懐疑派の姿勢はアクセプタンス、コミットメント、セラピーに受け継がれています。今や世界中の SNS やポッドキャストでこれらの概念が広まり、多くの人が実践しています。例えば、インスタグラムで30日間のストア派日記キャンペーンが行われ、参加者の心の安定度が上がったという報告もあります。ただ、この哲学にも限界はあります。昔の理性中心の考え方は、主に男性のエリート層向けだったため、女性や奴隷、ギリシア人以外の人々の視点が足りませんでした。今の多様性の視点からは、理性を誰にとっても中立なものにし、豊かな感情表現も大切にする形に変えていく必要があります。また、感情を抑えることが、文化によっては無理に我慢することに感じられるかもしれません。東アジアの家族観やラテンアメリカの情熱な表現と調和させる工夫が必要です。ストア派の理性にアフリカのウブン等という共感の精神を組み合わせたり、エピクロスの欲望制御に仏教の中道を融合させたりする多文化なアプローチが有効です。これからは、地域の文化に合わせることが大切です。日本のわびさびやダンスで離れは、エピクロスの簡素な生活と深く響き合います。アフリカのウブン等は、ストア派の世界市民という考え方と、理性と共感のバランスを補い合えます。さらに、瞑想が脳にどう影響するかや、デジタルデトックスがドーパミン受容体をどう回復させるかを科学に検証すれば、古代の教えはより確かな根拠を持って現代に根付くでしょう。最後に、皆さんに挑戦してほしいことがあります。今日から7日間、スマートフォンの通知を切り、朝の5分間は呼吸に意識を向け、昼は自然の中を散歩し、夜は感謝することを3つ書いてください。このシンプルな行動が、エピクロスの自然な欲求、ストア派の理性、懐疑派の判断停止という3つの力を体感させてくれるはずです。7日後に感じた変化を、ぜひ教えてください。古代の哲学者たちが求めたアタラクシアは、遠い過去の夢ではなく、今私たちの手の届くところにあります。自分の心に耳を傾け、理性と感情のバランスをとり、意味のある日々を築くこと、それこそが2400年以上続く知恵の本当の価値なのです。ここで、この哲学が古代ローマにどう伝わったかを詳しく見てみましょう。ローマ帝国はギリシア文化を価値ある絹のような宝物として取り入れました。教えは翻訳され、口づてに広がりました。特にエピクロスの学園は、ローマの裕福な人々の間で、
秘密結社のような形になりました。夜明け前の静かな庭園で、季節の移ろいを感じながら、自然な欲求について考え直しました。4つの薬の教えは、ハーブティーを飲みながら心身を整える儀式と結びつき、ローマ人の生活に深く根付きました。一方、ストア派はゼノンの弟子クリュシッポスを通じて、政治家のマルクス、アウレリウスに影響を与えました。アウレリウス皇帝は、自分の瞑想録に、毎朝起きてすぐに、今日の出来事を理性の光で照らすと誓う習慣を記しています。これは、今の認知行動療法でいう認知再構成と同じで、感情の波を客観に見る技法です。また、懐疑派の思想はアレクサンドリアの図書館で熱く議論されました。ピュロンは、証拠が揃うまで判断を保留せよという原則を掲げ、対話を通じて不確実な状況に耐える力を養わせました。これは現代の科学な考え方や、情報を批判に分析する訓練に通じています。今のデジタル社会では、情報の波が脳の報酬系を刺激しすぎ、満足感を得にくくなっています。そこで、ヘレニズムの実践とデジタルデトックスを組み合わせた新しい方法が提案されています。まず、週末の2日間を無音の日とし、スマートフォンの電源を切って、外からの刺激を最小限にします。その間に、エピクロスの教えに基づいた五感の散歩を行い、視覚、聴覚、嗅覚、触覚、味覚のすべてを意識に体験します。次に、ストア派の理性の鏡というテクニックを使い、日中の感情の揺れを紙に書き出し、客観に観察する時間を持ちます。さて、ここからは具体な練習についてお話ししましょう。会議派が大切にした判断停止という習慣を身につけるために、ニュースや SNS を見たときに、本当にこれを信じていいのだろうかと、3回問い直す習慣を取り入れてみてください。こうした取り組み働きかけは、実は脳科学の視点から理にかなっています。脳の研究では、低気な瞑想や感覚への刺激をコントロールすることで、前頭前皮質という部分が活性化し、感情を自分でコントロールする力が高まることが分かっています。また、快楽を司るドーパミン受容体の感度を取り戻すには、刺激をあえて減らす期間を作り、適度な快楽とのバランスを取ることが鍵になります。つまり、ヘレニズム哲学は単なる心の持ち方ではなく、科学な根拠に基づいた心身の健康を保つための包括なモデルと言えるのです。次に、ヘレニズム哲学と他の文化との共通点について見ていきましょう。例えば、インドの仏教では、苦しみから逃れるための八正道などを通じて、欲望をコントロールし、中道を歩むことを説いています。これは、エピクロスが説いた欲望を正しく認識するという考え方と、驚くほど似ています。どちらも欲望を完全に消し去るのではなく、自然な欲求として受け入れつつ、過剰に執着しないことを大切にしています。一方で、アフリカのウブントゥ思想は、共同体の調和を何よりも重視します。個人の理性だけでなく、集団としての感情なつながりに価値を置く考え方です。これは、ストア派が掲げた世界市民という概念と補い合う関係にあり、理性と共感という、相反するように見える2つの力を一つにまとめる可能性を秘めています。日本に目を向けると、わびさびや物の哀れといった美意識は、エピクロスが求めた自然な快楽への回帰と深く響き合っています。茶道の一期一会という精神は、今この瞬間の価値を最大限に高め、過去や未来への執着を手放すという点で、ストア派の現在への集中と一致します。また、禅の座禅は、まさに懐疑派の判断停止を実践していると言えるでしょう。座禅中に浮かんでくる思考をただ眺め、評価せずに手放すことで、心に透明感と安定感が生まれます。こうした文化の融合は、現代のグローバル社会でも大きな意味を持っています。世界な企業や NGO では、社員の心の健康を守るプログラムにヘレニズムの要素を取り入れ、異文化間の交流をスムーズにする試みが始まっています。例えば、欧州のあるスタートアップ企業では、哲学デイリーリフレクションという習慣を導入しています。
毎朝チーム全員でエピクロスの4つの薬を朗読し、昼食後にはストア派の感情制御ワークショップを行います。その結果、社員の離職率が下がり、創造な問題解決力が向上したという報告が出ています。今後の課題としては、こうした実践が長期に心の健康にどう影響するかを、多くのデータを集めて検証する必要があります。特に、デジタルデトックスと感情制御を組み合わせることが、うつ症状の予防や認知機能の維持にどれほど役立つのかを、厳格な試験で測定することが期待されています。また、文化による倫理観の違いが、ヘレニズムの考え方にどう影響するかを、民族心理学の視点から探ることも重要です。ここで、皆さんに具体な挑戦を提案します。次の月曜日から7日間、毎朝起きたすぐに、今日の自分の欲求は何かを紙に書き出してみてください。そして夜には、理性を働かせて感情をコントロールできた成功例を3つ記録しましょう。さらに、夕食後に10秒間だけ目を閉じ、呼吸だけに意識を向けるミニ瞑想を取り入れてください。このシンプルな習慣が、エピクロスの欲求認識、ストア派の理性制御、そして会議派の判断停止という3つの柱を日常に根付かせ、心の平穏であるアタラクシアへの第一歩となります。7日後に感じた変化を、ぜひ共有してください。古代の哲学が現代の生活に息づく瞬間を、一緒に体験しましょう。さらに、ヘレニズム哲学の実践は教育の現場でも新しい可能性を見せています。例えば、欧州の大学のギリシア語の授業では、エピクロスの欲求の4つの分類を教材にしています。生徒たちが自分にとって何が必要で、何が単なる欲望なのかを区別できるよう指導するプログラムです。これは単なる言葉の習得ではなく、自分自身を客観に知り、欲求を管理するスキルを育てることを目としています。学期末の調査では、自分の欲求を客観に捉える力がついたという声が多く寄せられました。また、ストア派の理性訓練は、体育の授業やスポーツのコーチングにも応用されています。古代のロゴスという概念を現代の戦術分析に置き換え、選手が試合中の感情の揺れを打ち対話として紙に書き出すことで、すぐに冷静さを取り戻す技法が実践されています。特にサッカー部のキャプテンが行うロゴスミーティングでは、全員が期待や不安を書き出して共有することで、個人のプレッシャーを分散させ、チームの一体感を高める効果が確認されています。会議派の思考法は、情報リテラシー教育の核としても注目されています。高校の情報科では、ピロンが提唱した証拠が揃うまで判断を保留するという原則に基づき、ニュース記事の信頼性を評価するワークショップが行われています。生徒はまず記事の主張を抜き出し、裏付けとなるデータや引用元を検証し、最終に保留にするか受け入れるかを判断します。このプロセスは、SNS 時代のフェイクニュースに惑わされない力を養うだけでなく、論理に考える訓練にもなっています。ヘレニズムの倫理な自律性は、現代の法律の考え方にも影響を与えています。自然法という概念は、国際人権法の根底にある不変な価値の源流となりました。特にアレクサンドロス大王以降に広がった世界市民という意識は、今日のグローバルガバナンスにおける多文化共存の理念と一致します。実際、国連の憲章を作る過程で、古代ギリシアのロゴス観が議論の材料として引用された例があり、法学者はこれを古代ロジックの復活と呼んでいます。近年の人工知能研究においても、ヘレニズムなアプローチが取り入れられています。機械学習モデルの偏りを取り除く議論では、エピクロスの適度な快楽追求と、ストア派の理性による感情制御という2つの考え方が比喩として使われています。アルゴリズムが単に報酬を最大化することに走らないように設計するためです。具体には、クリック数だけで評価するのではなく、精神な満足度や長期な幸福度を測る新しい指標が開発され、広告配信の倫理な枠組みとして試験に運用されています。また、ヘレニズムの実践は都市計画にも広がっています。古代アレクサンドリアの街路は、合理な配置と公共空間の確保によって、
市民の心の安定を図っていました。この事例を参考に、現代のスマートシティでは感情フローを可視化するセンサーを街灯に組み込んでいます。住民のストレス指数が高まると、自動に緑地の音楽噴水が作動する仕組みです。これにより、都市生活で無意識にたまる不安を和らげ、アタラクシアのような平穏をサポートする環境が整いつつあります。ヘレニズムと宗教な伝統の交差点として、イスラム哲学のスーフィー思想との類似点も指摘されています。スーフィーの心の浄化という儀式は、エピクロスの欲求の正確な認識と同様に、欲望を否定せずにその本質を見極めることを重視します。また、ストア派の宇宙は一つの有機体であるという考え方は、イスラム神秘主義のすべては神の顕在であるという教義と響き合い、異なる文化間での哲学な対話を促す土壌となっています。日本国内でも、ヘレニズムな実践が地域の活性化に役立っている事例が増えています。京都のある寺院では、季節ごとにアタラクシアリトリートを開催しています。参加者はエピクロスの五感散歩と、ストア派の理性教に書き込む時間を組み合わせたプログラムに参加します。その結果、参加者の睡眠の質が上がり、血圧が安定したという調査結果が地域の医療機関と共同で発表されました。この成功例は、地方自治体が福祉の施策に哲学な要素を組み込む際のモデルケースとして注目されています。さらに、ヘレニズムの概念は環境倫理にも新しい視点を与えています。エピクロスは自然は快楽の源泉であると述べ、過度な欲望を抑えることが自然との調和につながると主張しました。この思想は、持続可能な開発目標における自然との共生という政策と合致しています。企業の社会責任活動においても、快楽と節制のバランスを取る指標として採用されています。具体には、製造工程でのエネルギー消費を減らすと同時に、従業員の福利厚生として瞑想スペースを設け、心の健康と環境負荷の低減を同時に達成する取り組みが評価されています。ヘレニズム哲学は、個人の自立性を高めるだけでなく、集団での協力と調和を促す道具としても機能します。そのため、国際な紛争解決の場でも応用が試みられています。国連の和平交渉チームは、対立する当事者に感情の観察と評価停止のワークショップを実施しています。相手の主張を証拠が揃うまで保留する姿勢を持つことで、感情な対立が激しくなるのを防いでいます。この手法は、過去の紛争に比べて合意に至るまでの時間を短縮したと報告されており、今後の外交プロセスの標準な手順として検討されています。最後に、ヘレニズムの精神を未来へ引き継ぐための具体な3つのステップを提案します。第一に、家庭で毎晩、今日の感情日記を家族全員で共有し、喜びや不安を簡潔に記録すること。第二に、職場や学校で週に一度ロゴスサークルを開き、哲学な文章や科学な発見について、証拠に基づいた議論を行うこと。第三に、地域コミュニティで月に一度アタラクシアマーケットを企画し、自分の欲求を見つめ直すための手作り品や自然素材の品物を交換し合う場を作ることです。これらの実践は、個人の内面な平穏と社会な結びつきを同時に育むことを目としており、理性と快楽の調和というヘレニズムの核心を、現代の生活に組み込む具体な道となります。ぜひ、これらの活動を通じて、自分の心の状態を観察し、理性な判断と感情な柔軟性を同時に磨いてください。古代の哲学が示す永遠の平穏への道は、今日のテクノロジーと融合し、私たち一人一人の生活に新たな光を投げかけています。皆さんの挑戦が、次世代への貴重な遺産となることを願っています。さらに、ヘレニズム哲学の実践が教育現場に浸透している例として、東北地方のある中学校で導入された哲学対話カリキュラムが挙げられます。このプログラムは、エピクロスの快楽論とストア派の理性訓練を組み合わせ、生徒が日常の選択において欲求と理性のバランスを意識することを目としています。具体には、週に一度の授業で欲求カードと呼ばれる紙を配り、生徒は自分がその週に感じた強い欲求を書き出します。その後、教師はゼノンの論理逆説を紹介し、
欲求をただ学校の授業では、生徒たちが自分の感情を客観に見つめ直す訓練をしています。例えば、抑えるのではなく、どのように合理に満たすかをみんなで議論するのです。こうすることで、感情に流されることなく、証拠に基づいて判断を下す力が養われます。この取り組みを始めて1年が経ちました。アンケートの結果では、衝動な行動が減った、友達とのトラブルが少なくなった、という声が多く寄せられています。この成果を受けて、地域の教育委員会は、他の学校にもこの方法を広げようと考えています。医療の現場でも、古代ギリシアのヘレニズムの考え方が取り入れられています。特に精神科では、感情でタッチング、セラピーという新しい治療法が試されています。これは、不安や恐怖といった感情をそのまま受け入れるのではなく、少し距離を置いて観察するという方法です。治療は2段階で進みます。まず、患者さんは自分の感情を五感で感じたまま記録する感覚日誌をつけます。次に、古代の哲学者ピュロンが提唱した判断保留の技法を使って感情に対してすぐに判断を下すのをやめるのです。初期の研究では、うつ症状の重さが平均で2ポイント軽くなり、再発する人が3割も減ったという結果が出ています。これは、精神医学と古代哲学が組み合わさることで、新しい治療の可能性が広がっていることを示しています。ビジネスの世界でも、ヘレニズムの思想が倫理規範に影響を与えています。大企業が掲げる持続可能な価値創造の指標の中に、エピクロスの適度な快楽追求やストア派の公共善への貢献を数値化した項目が加えられています。例えば、従業員の福利厚生を評価する際には、給与だけでなく、精神充足感指数を測ります。この指数が一定以上の場合、ボーナスが支給される仕組みです。この制度は、欧州連合の企業社会責任指針と連動しており、労働環境を改善するだけでなく、企業文化に哲学な自立性を根付かせる試みとして高く評価されています。宇宙探査の分野でも、ヘレニズムな宇宙観が生かされています。国際宇宙ステーションの長期滞在ミッションでは、乗組員の心理安定を保つために、ロゴス、リフレクションというセッションが設けられています。夜、星空を眺めながら、ゼノンの全体は部分の総和であるという考えを深め、自分の役割が全体の成功にどう貢献しているかを言葉で表すのです。その結果、チーム内の信頼感が高まり、予期せぬトラブルが起きた時にも迅速な意思決定ができるようになったと報告されています。ヘレニズムの重要な側面の一つに、アレクサンドロス大王の征服以降に広がったコスモポリタニズムがあります。彼の支配地では、ギリシア語、ペルシャ語、エジプト語など、さまざまな言語が交錯する多言語社会が形成されました。これが、哲学な対話の土台となったのです。この歴史背景は、現代のグローバル市民意識の原型とみなすことができます。例えば、国際学生交流プログラムでは、参加者が自国の文化と他国の文化の違いと共通点を議論する際に、エピクロスの欲求の普遍性、やストア派の自然法則への順応をテーマにすることで、異文化理解が深まっているという事例が多く報告されています。情報社会の今、ヘレニズム会議主義がデジタルリテラシー教育に活用されています。高校の情報の授業では、ピュロンの何事も証拠が揃うまで判断しないという姿勢を教材にして、SNS 上のフェイクニュースに対抗する批判思考の訓練が行われています。生徒たちは、ニュース記事の出典を確認したり、論理な矛盾を指摘したりする演習を通じて、感情な反応を抑えながら合理な判断を下す力を養っています。この取り組みは、国内外の教育機関から注目を集め、全国規模でのカリキュラム導入が検討されています。芸術の分野でも、ヘレニズム哲学が新しい潮流を生み出しています。東京の現代美術館で開催された展覧会、アタラクシアの形態では、
彫刻家がエピクロスの自然は快楽の源泉という教えを視覚化しました。来訪者は触覚や嗅覚を通じて素材の持つ本来な快感を体験できるインスタレーションに触れることができます。一方、音楽家はストア派の理性による感情制御をテーマに、テンポと音量の変化を数学比率で構成した作品を披露し、聴衆に理性な聴取体験を提供しました。来場者のアンケートでは、作品を鑑賞した後に、心が落ち着き、思考がクリアになる、と回答した人が7割を超えています。これは、芸術と哲学の融合が情緒安定に寄与する可能性を示しています。最後に、ヘレニズム価値観を次世代に継承するための長期ビジョンとして、政府主導の哲学公共政策推進プログラムが策定されました。このプログラムでは、地方自治体が住民参加型の政策立案にヘレニズムの原則を取り入れることを奨励しています。具体には、公共スペースの設計に理性と快楽の調和を考慮する、行政サービスの評価に精神満足度を指標化する、といったガイドラインが示されています。試験に実施された山梨県の町では、住民が自らの欲求と公共の利益を比較検討するワークショップを開催しました。その結果、地域の防災計画が住民の安全感と快適性を同時に高める形で改定されました。これらの取り組みは、古代ヘレニズムが示した理性と感情の調和が、現代社会の複雑な課題解決に有効であることを実証しつつあります。未来の公共空間を形作る重要な指針となるでしょう。